ようこそお調子者とイギリスで。お調子者は私の旦那です。両端にある丸い顔のハゲが彼に対する私のイメージで、絵は私が描いたんですけど、丸いの描きゃ誰でも描けるっていうような絵ですけどね、いろいろやってくれるけど憎めないっていう感じが伝わりますでしょうか。最近だんだん憎たらしくはなってきたんですけれどもね。イギリスに来てから20年以上経ちます。はい、おばさんです。未だにイギリスと日本との違い、身に染みながら生きてるんですよね。イギリスと日本との違い、いっぱいありますよね、やっぱりね。文化違うわけですからね。日本人だったら誰も絶対やらないっていうようなこといっぱいありますしね。一般的な規則もいろいろ違います。そういう違いに興味のある方、聞いていってください。初回の今日は気にしない人たちというテーマで話していきたいと思います。私が住んでいるところはロンドンじゃないんですよね。ロンドンから列車で2時間半ぐらいかかるんですけど、でも結構便利なところなんですよね。結婚して最初の年は大学の英語のイブニングクラスに通ったんですね。もうちょっと英語上手くなんなきゃって思ったわけです。当時はね、話聞いても理解半分で、話そうとしても言葉が出てこないっていう、そういう状態でしたね。でもね、いつまでもそうしてるわけにいかないし、仕事しなきゃなーって思って探し始めたんですね。で、日本企業って頭にあって、ほぼ確実にありえないし、全く根拠ないんですけど、日本企業だったら日本人なんだし、どうかなーって思ったわけですよ。何を考えていたのか分かりません。職案に行きました。ジムっていうのはもう論外ですよね。でウェイトレスもいっぱいあったんですけど、対応には英語で話さなきゃならないわけじゃないですか。なんでやっぱり無理。ティーポットを作る作業場っていうのに目が止まったんですね。で、これならできるかなと思って決めまして、3年くらい働いたんですね。でそこからですよ、気にしない人たちの登場。次から次へとポロ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 。まず作業場での話ですね。ティーポットを作ってるところなんですけど、これが置物のティーポットで、この蓋の上にね、ミニチュアを乗せて場面作ってるわけですよ。お茶の時間とかランチの時間とかいろいろあって、で私の仕事は型から出てきたそういうミニチュアのね、はみ出た粘土をナイフで削って、お湯とスポンジで滑らかに全体を滑らかにするっていう仕事だったんですね。で、長方形のお盆くらいの大きさのベニヤ板に仕事するミニチュアが乗ってるわけですよ。で、そのベニヤ板をね、何回も使ってるし、乾いた粘土とかこびりついてるし、床に置いたりとかもしてるわけですよ。でね、親切に飴を配ってくれた人がいたんです。で、そのベニヤ板の上にね、乗っけてってくれたんですね。でその人もちょっと前まで仕事をしていたんですよね。手洗わないですよ。でこの乾いたその手ね、粘土が乾いてうっすら灰色になったその手で、飴もその一個一個包んであるやつじゃなくて、直にバサッと入ってたんですよね、この袋にね。でその灰色になった指でそのベニヤ板に直にね、どうぞって乗っけててくれたわけですよ。って内心ちょっとパニクりましたね。でも自分でお金出して買ってきてみんなに配ってくれてるわけじゃないですか。ありがとうって言いました。あとね、トイレ先客がいて待ってたんですね。で若い女の子、20歳くらいの子が出てきたんですね。脇目も振らずパーッと出て行っちゃったんですよ。でも手洗ってないなって思ったんですけど、いや、日本でトイレで手を洗わない人って見たことないんですよね。これね、2、3度見たんですね。同じ女の子じゃなかったんですよ。今の職場でも暮れになると忙しいんでいっぱいアルバイトさん来るんですけれど、その時期になると2、3度そういうのを見かけますね。話題にならないってことはみんな気にしないってことなんでしょうかね。
このトイレの後で手を洗うっていうことに関してなんですけど、ずいぶん前なんですけど、テレビでもう開いた口が塞がらない、びっくり、目が点、そういう CM があったんですよ。嘘じゃないですよ。これよくテレビで流すなっていう、いやびっくり。気合い入れて聞いてくださいね。いきます。ある人がレストランのキッチンで働いてます。トイレへ行きました。トイレの個室のドアを開けて出てくると、その人の手は不潔になったっていうことで紫色になってます。手を洗いません。キッチンに戻ります。その人が触ったところ、ドアの取っ手、まな板、野菜、お皿、そういうものすべて紫色になっていくんですよね。で、ばい菌が広がりますよっていうことを見せてるわけですよ。で、最後に何て言ったかというと、トイレの後は必ず手を洗いましょう。そういう CM だったんですよ。びっくりでしょ？どんなことわざわざテレビで CM しなきゃダメなわけ？用を足して手を洗わないで野菜触るとか、しかもレストランのキッチンで働いてる？もうね、あっけ。いや、これ実際にレストランのキッチンで働いてる人が手洗わないかどうかは、わかんない。どうでしょうね。でも普通の人はこういうこと結構やってるんじゃないでしょうかね。でなきゃわざわざ CM 流しませんよね。でもこういうのって、でも日本だったら、小学校の手洗うところでポスター貼ってあるくらいしかねえ。次ね、作業場での食堂のテーブルです。どこかの倉庫から持ってきてほこりだらけのまま使ってるっていう感じで、いつのだかわからない食べこぼしなんかも転がってたんですけど、誰も掃除しません。でそこでまたトイレですけど、女性用トイレとかで用を足すその横の床の上にね、コートとかカバンとか直に置いちゃって平気なわけですよ。でそうしたカバンを食堂に来て、でそのテーブルに乗っけてるわけですよね。で靴で上がって電球なんかも取り替えたりとかしてるかもしれないですよね。で食事の時間にこう食堂行きました。で向かいに座ってた人がね、スーパーの袋、これにこう直にサンドイッチ入れてたわけですよ。直にね、ラップとかしないで直に。でその袋からねサンドイッチ出して、これもまた直にそのほこりだらけのそのテーブルに置いちゃったんですよね。紙の上とかそういう、そういうの直に。でそれを平気でそのまま食べてましたよ。私にはできません。あれ、作業場だけでもうこんな時間ですよね。8分過ぎちゃいましたよ。いやー、まだ話したいことあるんですよね。これもう一回やりますね。ということで、ご視聴ありがとうございました。